ちは、めいです。前回はくすみカラーの住宅街を作りました。今回はこの続きで住宅街の左側を作っていきます。右側に行くとサブ住民の家があります。今回はここに池と特産のフルーツの木を使ったちょっとした場所を作ります。雑草をたっぷり使うクリエイトになるので雑草は抜いていません。それでは早速作っていきます。まずは住宅街の道から海沿いに続く道を作ります。島の一番左奥にキャンプサイトを作るので、そこに続く道ですね。最近ハマっている土の道にしたかったのですが、綺麗に斜めにできないのが悲しいですね。こんな感じで斜めに道を敷きました。ここからさらに道を海沿いにつなげていきます。毛の道を作っていきます。この道は後でちゃんと書き直すので、今はそれっぽい下書きです。思ったように書けなくて悪戦苦闘した後を残していきます。斜めの道と海沿いの木の道がつながりました。次は撮影ポイントを決めていきます。カメラの位置を忘れないようにマイデザインで印をつけます。カメラを起動するとこんな感じです。今歩いているところに池を作ります。池をどれだけ掘るかいつもわからなくなるので、穴を開けて目印をつけます。点と点を結ぶように池を掘っていきます。いつも無計画のまま掘り進めるので、今回はちゃんと決めました。撮影ポイントは避けるようにして掘り進めます。自然な感じになるように角を丸くします。カメラを起動して確認するとこんな感じに仕上がりました。撮影ポイントの出っ張りは後で自然な感じになるように調整します。麦畑を置いていきます。水辺の草って麦に似ているなと思ったら同じイネ科なんですね。カメラで確認します。右下が大きく開いているので木を茂らしていきます。さらに麦畑で自然をマシマシさせていきます。池の右側がいい感じに茂ってきましたね。よく見るとせっかく敷いた道が消えています。道を隠した麦畑を全力で引き抜きます。先ほどの場所に雑草を植えて育ってます。これもイネ科ですね。季節によって科も変わってしまう熱森七不思議ですね。もしかしていろんな草の集合体で季節によって目立つ草が変わるのでは？カメラで確認すると雑草の植えすぎですね。不要な雑草を消し去ります。さらに麦畑を植えていきます。池の左側は奥の風景を作ってから調整します。この辺りに木が欲しいので実際に立ってみて位置を決めます。この辺りに1本とこの辺りに3本植えます。メリハリをつけるためにオレンジとは違う種類の木も設置します。オレンジの木が目立っていい感じですね。オレンジの木の下を飾り付けます。ここは特産のフルーツを生かす場所なので、特産のフルーツを残したい方の参考になれば嬉しいです。フルーツを揺らさずに取る人のためのはしごです。島主は自慢の筋肉を使って豪快に木を揺らして取ります。雑草をたくさん植えます。左側がだいたい終わったので道の奥を飾り付けていきます。今日も自分より背の高い木をスコップ一つで植えていきます。いい感じだったのが右奥の木のせいで台無しですね。まずはシマトネリコをオレンジの木に寄せます。いい感じに寄ったので次は右奥の木をいい感じにしていきます。課題点としては木が奥にあるはずなのに奥行きを感じないという点です。奥の木を変更して奥行きを演出します。
スコップ1本で木を掘り返していく重機並みの腕力。今日も島主の筋肉の調子は最高のようですね。雑草もご覧の通り一瞬で植えます。カメラで確認するとこんな感じになりました。まだこの辺りに木が欲しいので茂らしていきます。針葉樹は M サイズでも結構大きいので、広葉樹 M の前に植えた方が遠近感が出やすいです。今植えたところを撮影ポイントから見てみると、まだこの辺りの隙間が気になりますね。木が植えられないのでキノコの原木を置きます。横幅があっていい家具です。間が埋まっていい感じですね。他の木の間は雑草が育つのを待ちます。次はこの辺りを調整していきます。道を塞いでいる麦畑は根こそぎ取ります。シマタネリコの足元は自然らしさがないので隠します。麦畑と雑草を交互に植えるとより自然な感じに見えるのでおすすめの組み合わせです。次はオレンジの木の奥を飾り付けます。飾り付けるといっても雑草をただただ植えていきます。はい、植えました。もさもさしていますね。次は木の道に柵を取り付けていきます。全体を確認するとこんな感じです。雑草を3段目まで成長させます。成長させてきました。雑草の仕組みがわからず5時間以上かかりました。この辺りの麦畑を撤去して奥のオレンジコーナーを見えるようにします。撤去したところは雑草を増やします。雑草の間に麦畑を植えて自然な感じにします。湖の前を整備します。麦畑が真四角なのでどうしても直線的でカクカクしてしまいます。それを少しでも緩和するために半マスずつずらしておきます。池の形はいびつですが隠すので問題ありません。ちょっとずつできてきましたね。この辺りが直線的なので変えていきます。右には背の高いものがあるのに左にはないとバランスが悪いので、バランスを取るために背の高い家具を置きます。左側の草の密度を高めていきます。並列だと自然な感じが薄れるので少しだけ位置をずらします。サブ住民宅から続く道を整備します。目の前は湖、後ろは池とは地盤の弱そうな土地ですよね。下書きだった木の道が仕上がっています。海風による劣化によってくすんだ色になった設定です。これで全て完成です。雑草と麦畑を使うとかなり自然な感じになりますね。雑草の可能性を感じた方はぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴してくださりありがとうございました。それでは完成ムービーをご覧ください。